こんにちは、命守です。高校で科学を選択しなかった皆さんと一緒に科学の基礎を勉強していきたいと思います。ナスリサです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。最初のテーマは物質を構成するものです。私たちの周りにはいろいろなものがありますよね。例えば那須さんの部屋にはどんなものがありますか？私の部屋ですか。ベッドと机とテーブル、パソコン、あとは洋服とか鏡や化粧品なんかもありますよ。いろんなものがあるんですね。そうしたものって材質の違いによって色や硬さなどがまちまちで、一見すると何の共通点もなさそうですよね。でも実はそれらは全て非常に小さな粒が集まってできているんです。粒でできてる？またご冗談を。本当ですよ。那須さんの部屋にあるものに限らず、この世に存在しているものは全て限界まで細かく砕いていくと非常に小さな粒になるんです。物質を構成するこの基本的な粒のことを原子と言います。でもそんな粒なんて見えませんよ。原子を肉眼で見ることはできません。なぜなら原子の直径はおよそ10のマイナス8乗センチメートルしかないからです。10のマイナス8乗センチメートルってどのくらいの大きさですか？10のマイナス8乗センチメートルというのは10の8乗分の1、つまり1億分の1センチメートルです。1億分の1センチメートルってことは0.00001センチメートル？正解は 0.0000001センチメートルです。原子の大きさをピンポン玉と比較してみましょう。ピンポン玉に対する原子の大きさの比率は地球に対するピンポン玉の比率と同じくらいになります。原子ってめっちゃ小さいんですね。どりで見えないわけだ。いかに原子が小さいか実感してもらえたようですね。さて、この原子ですがベッドやパソコンといったいわゆるものだけではなくて、実は人を含めたあらゆる生物を構成する粒でもあるんです。生物も原子でできてるってことですか？でも生物って細胞が集まってできてるんですよね。確かに生物の基本単位は細胞です。でもその細胞をさらに細かく分解していくと原子の粒になるんです。物も生物も同じく原子からできてるんですね。なんか不思議な感じがします。命を持つ生物が命を持たないものと同じように原子からできているって考えるととても不思議ですよね。ちなみに原子にはいろいろな種類があって、その種類、つまり物質を構成する成分のことを元素と言います。先生、元素って何種類くらいあるんですか？元素は現在では118種類あることが知られています。例えば水素や炭素、酸素、窒素、カルシウムなどです。こうした元素ですが、科学の世界では元素記号と呼ばれる1文字あるいは2文字のアルファベットで表しています。元素記号？はい。例えば水素は英語でハイドロジェンなので頭文字の H、 炭素はカーボンの C、 酸素はオキシジェンの O、 窒素はナイトロジェンの N と表します。またカルシウムは英語の頭文字とそれに続く1文字を取って CA と表します。1文字目は大文字、2文字目は小文字です。そんな記号どこかで見たことある気がします。現在知られている118種類の元素には原子番号と呼ばれる番号がついていて、その番号順に元素記号を並べるとこんな感じになります。こうして見るとたくさんありますね。そうですね。たくさんの元素ですが原子番号順に並べると性質の似た元素が周期的に現れることから、この表は周期表と呼ばれます。ちなみに那須さんが今後医療を学んでいく上で基本的に必要な元素は水素 H、 炭素 C、 窒素 N、 酸素 O、 ナトリウム Na、 マグネシウム Mg、 リン P、 硫黄 S、 塩素 Cl、 カリウム K、 カルシウム Ca、 鉄 Fe、 要素 I の13種類くらいです。
これらの元素はしっかりと頭に入れておいてくださいね。頑張ります。さて、今回の話はここまでにしましょう。物質を構成する基本的な粒を原子ということ。原子の種類、つまり物質を構成する成分を元素ということ。現在までに118種類の元素が知られていること、そしてそのうちの13種類を覚えておいてください。はーい、ありがとうございました。